一匹一匹やります。あ、マジですか？はい。身は浮いてますよ。鱗だけ油に、この油をちょっとだけかけてあげます。滴ってますね。はい。一応味見を。さあどうも。はい。今日はですね、恵比寿の名店アムールにお邪魔してます。後藤シェフです。よろしくお願いします。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 どうしましょう。早速始めますか。早速始めますか。なんか喋り足りなければ。いやいや、もう大丈夫ですよ。今日はでも、まずお店でも出してる、お店の料理であんまり僕 YouTube でやらないんですけど。ということはちょっと普段見れない後藤シェフの料理が見れるっていうことでいいですか？バッチリも今日コクコク決めてるんで、真面目です。プロモードで今日来ました。来ましたってうちの店から今日はね、お魚料理の甘鯛、鱗を立ててこう焼いていくんですけど、ちょっともう揚げ焼きみたいな感じで、そのやり方が僕なりのちょっとやり方があるんで。僕も本当に甘鯛すごい好きな食材なんで、ぜひ勉強させてください。ぜひぜひお願いします。お願いします。じゃあ早速いきます。ちょっと甘鯛今日もう3枚におろして中骨抜いた状態です。甘鯛は水分多い魚なんで、結構僕水抜きします。先におろしたら塩を当てて、でペーパーですね、こういうペーパーを毎日変えて3日ぐらいかな、割と寝かせる感じ。寝かせながらこう水分をもうどんどん抜いていきます。まず結構旨味がこうグッともう凝縮させる感じですね。特に本当甘鯛は水が多いんで、ちょっとこんななんか水っぽいと魚について熱心に語ってるシェフですね。あんまり見ない。こんな多分真面目に本当に料理の話するの久々かもしれない。こう甘鯛鱗焼きね、もう今じゃ普通っていうかあったりいろいろありますけど、いろんなやり方あると思うんですよ。このまま本当にフライパンで焼いていく方もいれば、僕はあんまりこの鱗がガリガリになってる状態が好きじゃない。甘鯛の身質は柔らかいのに鱗がガリガリすぎるとちょっとこうバランス感覚悪いなっていう。コントラストが激しすぎる。激しすぎるとなんか合わない感があるんですよ。なんでそこをできるだけちょっと近づけてあげたいので、まず僕間引くんですね、鱗。骨抜きとかで間引きながらちょっとこういう感じで鱗立てていきます。もうこれ一匹一匹やります。あ、マジですか？はい。これやるとやらないと全然違うんで。間引くって分かりますか？こう立ててあげるとちょっとずつこう取れていくんですよ、鱗が。適度に鱗が残った状態と、要はこの全部だと多すぎるんですよね。まあそう立てていく中で自然に取れていくもの自然に、こういうやり方なんですね。でここでちょっとこう余分な鱗を落としてあげる感じですね。まず下処理としてこういう状態。で、次これ、焼いていくんですけど、焼く前に水分僕すごい抜くって言ったじゃないですか。で鱗の方もやっぱり水分同じように抜けてるんですね、この状態だと。で完全に抜けた状態でやってしまうとまた鱗硬くなっちゃうんです。カリカリすぎちゃう。なのでちょっと湿らせてあげるんですね、鱗だけ。それ水分ですか？これ日本酒です。ここでやっぱりいろいろやったんですけど、水より日本酒吹きかけてあげるとなんか旨味がぐっと増すのと、皮に残ってる嫌なちょっと魚の香りがやっぱり適度に抜ける。マスキングされるんです。日本酒をちょっと吹きかけて1分ぐらい置いてこう鱗だけ湿らせてあげます。こういう作業をするときに、レディクションとかもそうなんですけど、煮詰める作業とかもそうなんですけど、こう料理あんまりやってないと、だったらそもそも最初から乾く前の途中で止めればいいじゃないかっていうコメントとか僕いただくことあって、でも違うんですよね。違うんですよ。全然違うんですよね。全然違うんですよ。一回しっかり狙ったポイントに持ってって、そこからさらに微調整すると全然味違うじゃないですか。これをね、でも説明しづらいんですよね、これ。しづらいですね。特にだから甘鯛、もともと甘鯛自身が持ってる水分は抜きたいんですよ。抜いてこう旨味を凝縮させる。で、他の部分の日本酒の旨味を乗せてあげるようなイメージ。しかも鱗側だけ。身の方は乾いた状態。すごい、これまた、これだけで結構僕情報をでこれをフライパンで焼かずに、ちょっと今こういう下に網が入ってるんですけど、要は鱗だけ
はい。こう油に浸かるような状態をうんこの鍋で今作ってるんですね。鍋はちょっとストーブ、贅沢にストーブ使ってるんですけど、こう厚手の方が温度変化が少ないんで、魚入れてからも温度の落ちないからってことですね。あとはサイズ的にこれが非常に良かったので、これをだいたい、今160、70度ぐらいですかね。はい。の、温度なんですけども、もう普通にいくんですね、そのまま。このまま入れてあげると、身は浮いてますよ。鱗だけ今、油にこう使って、まず鱗を火を入れてあげる感じです。いろいろ焼いたんですけど、焼くよりやっぱり揚げる感じの方が、こう鱗自体がサクッと仕上がるんですね、まず。で、ただ揚げると、もちろん火入っちゃうじゃないですか。身はボロボロになっちゃう、火入りすぎちゃうんで、その間を狙う。ここでちょっとしっかりじっくり鱗に火を入れていきます。いろいろなお店でこういうアマダイの料理も食べるんですけど、結構あんまりあれかな、アマダイの鱗に火が入りきってない状態って多くて残るんですよね、口の中に。なので僕はしっかりここで火入れます。これでだいたい時間にして、時間はどんくらいですかねっていうのも、もちろんアマダイの身の厚さだったり、その日のアマダイの水分量によっても入り方変わってくるんで、このなんか油の中で水が抜けてくこの泡の感じとか、音と結構そうですね。でこれでだんだんこう身の方にもゆっくりゆっくり火入っていくんです。もう本当に毎日状態違うじゃないですか。結局同じ日に仕入れたアマダイでも2日3日だったら全然状態変わってくるんで、魚は特に水分量が難しいんで、先ほどシェフも言ってたように静かになってきましたよね。ビチビチ跳ねるのもなくなって、この泡もおとなしい優しい感じになってきて、そうですね。そしたらもうかなりこの鱗の方の水分抜けてきたよっていう状態なので、もう鱗の方はこれで OK なんですけど、身の方がまだ火入ってないですよね。なんでちょっとだけここで、アロゼじゃないんですけど、この油を3回3、4回ですかね、ちょっとだけかけてあげます。そうするとうっすら上から火が入って、でもこれぐらいでまだ未9なんですけども、1回揚げます。こういう感じで、ほら見てください、この立った状態。一定方向に立つ方とかいろんなやり方あるんですけど、間引いたことによって空間が生まれるんで、いろんな方向にこうしっかりと立つんですよ。でちょっとだけここで休ませます。あったかい状態です。結構そうっすよね。60度ぐらいあるこの火のね真上なんで、これもこんだけ長く撮ってるのも理由があって、やっぱりここが一番熱いんですよ、この火の真上が。こっちの方行くとまたちょっと温度下がったり、5度ずつぐらい違うんで、コース料理じゃないですか。やっぱお客様によってこう食べるスピード全然違うんで、で休ませるって作業をここの温度で調整しながら仕上げてる感じです。これでこう休ませつつもまたこうちょっと乾いてきて、よりこうパリッとしてくるみたいな感じで、さっきちょっとアロゼした身の方がゆっくり今火が入ってる状態ですね。お魚休ませてる間にソースとか仕上げていくんですけど、今日はですねサフラン風味のブルブランみたいな、イメージです。今もうベースはあらかじめ仕込んでるんですけど、エシャロットと、白ワイン、あとノイリーっていうお酒ですね、あとはヒメドポワソンをぐーっと煮詰めた状態、かなり煮詰めた状態です。でこれをもうベースとして持っていて、この中にバターですね、少しずつバターを持ってしてあります。あとはセパらないようにゆっくりと攪拌する感じで、これがあんまりね、これもボコボコに沸かしちゃうとバターが分離してきちゃうんで、ゆっくりバターをここに溶かし込んでいきます。はい、こんな感じで。そしたら一回これを、裏ごしますので、ここにあらかじめサフランを、白ワインで一回煮出したものですね。これを持っておいて最後に加えていきます。サフランをダイレクトで入れるんじゃなくて白ワインで煮出したやつ。そうですね。やっぱりちょっと水分につけた方が色も香りも出るので、これを加えて一気にこう色がだいぶ変わりますね。一瞬で黄色い色が出るので、あとはお塩。塩あれですね。つまむんじゃなくて。
いやずーっと僕22年ぐらいつまみ塩だったんですけど、はい某日本橋のシェフが中村さんがもうなんか某もう見たことしかない映像ですけどこれクラシェルさんでこれをおすすめしてたんですね、あそんなにいいのかなと思ってちょっとアマゾンでポチってやって買ったらはいめっちゃ良かったんで、中村さんこれ使ってますもんめちゃくちゃ使ってますよね。めちゃめちゃ使ってますそしたらもう甘鯛仕上げていきますねちょうど休まっていい感じになってるんで最後ちょっとオーブンで温めていきますはいはいはい、でこれで温まって最後にもう一段階僕はいきますサラマンダーサラマンダース。まあ家にはないんですけどこの上火だけの火ですねこれで最後の鱗ガッと熱々にするのと油を落としますあ、そういう役割あるんですね。フレンチやっててあれなんですけど脂っこいものが好きじゃないんでああ、極力油は落としますオーブンは全体温めるイメージでもうこれは最後の鱗をガッと焼き切るイメージですでこう全体がプチプチちょっと跳ねてくる感じまで持っていきますちょっとだけちょっとレモン汁まあ揚げ物によくレモンをかけるのと同じでそういうことですか。味というよりは脂っこさをなくすイメージですかねちょっとこう身の方はまだ透き通った状態なんですけどこれをカットしていきますいい音ですねこれいい音ですね。これ魚もね下に包丁落としちゃうとボロボロになっちゃうんで、滴ってますね。はい今日は盛り付けは揚げナスです揚げナスを揚げて皮皮はむいた状態ですね揚げた後ですか。はいお皿に盛る前に必ずこのえぐてをして水分を。はい全てにですねえぐてって言いたいですよね。はい水分を抜いてってなんか長いじゃないですか。長いんですよ日本語だとちょっと着飾ってあげてペンタスですよ。ペンタスですで先ほどの甘鯛を綺麗。まっすぐ乗せていきますで、ソースをうちお客様の前でちょっとかけてるんですけどその方がやっぱあったかくていいですよね。そうですねあったかいのとやっぱりこうどうしてもソースが流れたりしちゃうじゃないですか、この状態で一旦見てもらってこの状態で、はい、こういう感じでお出ししますうまそう。こういう感じでかけてあげると少しこう、プロバンスも感じるような、僕の中ではイメージで仕立ててますいやすみませんいただきます。どうぞどうぞあれなんか先食べてます。いやちょっと一応味見を大事です。はいよし。やっぱ鱗すごいですね。はい、身とのバランス感が良くないですかめちゃくちゃうまいですね多すぎず少なすぎずなんかこうやっぱ後から旨味すごいきますこれ。うまみ乗ってると思うんですよめちゃくちゃうまいですね。なんかどっちも楽しめる感じ、この甘鯛特有の身の柔らかさとやっぱり鱗のサクサク感いやそうっすね本当に。鱗もガリガリじゃなくてサクッとしてるんですよね軽快な確かに。あとはコースなんでねこう前後のお皿とかのバランスもあるし、こう抑揚をつけながら常に考えてはいます改めて勉強になりました。いやいやごちそうさまです。ありがとうございますはいというわけで後藤シェフにはい魚素晴らしい勉強になりました本当にありがとうございます。ありがとうございます本当一皿作っていただくと思わなかったんでシェフははいレシピ本をそうなんですありがとうございます自身初のレシピ本発売しまして今日みたいなプロ向けじゃなくて家庭向けの、簡単にご家庭にある素材と、道具で作れる簡単なレシピ本になってるんで何品ぐらいになってますか。50品超えぐらいですかねしっかりボリュームがボリュームあるんですね副菜系みたいな一冊あればコース仕立てにもできるようなそれいいっすね。はいちょっと僕仕立てになってるんでぜひちょっと皆さんも買って見ていただければと思います動画の概要欄にリンク貼っておくんで、興味ある方はぜひぜひお願いします。シェフのチャンネルもゴトチャンネルもお願いしますぜひぜひ見てください。いや今日本当ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。楽しかったです。ありがとうございます。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。これめっちゃいいですよ。僕いまだにやっぱ手なんで、どうしよう。大体そうだと僕ももう20何年手だったんで、それを中村さんが僕の動画でもそれ言っててなんかまた言ってるなちょっとあんま真面目に聞いてなかったんでちょっと反省してます。